どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日今まで住んでいたこの部屋の隣の隣、こちらの部屋をセカンドハウスとして借りまして、その模様も動画で説明しましたが、こちらの部屋は書斎兼植物育成所として使おうとしていまして、前回の動画ではね力尽きてできなかったんですけど、このようにデスクの搬入もねやっと終わりました。ただこんな感じでケーブル類がぐちゃぐちゃになってしまっているので、今日は徹底的に配線整理をしていきたいと思っています。最終的にはこのデスクから伸びているこのケーブル、これだけを残して他のケーブルは一切視界に入らないようにまとめていきます。配線整理の一部始終と便利な配線整理アイテムも紹介していきますので、お家のデスク周りの配線がぐちゃぐちゃで整理したい方の参考になったら嬉しいです。ではデスク周りの配線整理始めていきます。今回はこのデスク、これちなみにニトリの N ステインデスクというデスクですけど、このデスクの裏側を活用していこうと思ってますので、一旦モニターを外してデスクをね裏返しまして、まずは裏側につけるものを一通りね取り付けていこうと思います。はい、デスクを裏返しまして、まずはねこの配線トレイですね、こちらを取り付けていきます。ケーブルオーガナイザーとかも言われますが、これを裏側に取り付けまして、この中に電源タップとかコード類を入れていきます。今回使うのはサンワサプライのネジ止めをするタイプの配線トレイです。サンワサプライからは天板に挟むクランプタイプのものも出ているんですけど、天板にクランプを出すこともしたくなかったので、今回は天板裏に取り付けるネジ止めタイプにしました。ちなみにデスクはニトリの N ステインデスクで、おしゃれで丈夫なんですけどリーズナブルなので、こう天板裏側にもね躊躇なくネジ止めなんかしていけちゃいます。この配線トレイは本来手前が開くように取り付けるらしいんですけども、ケーブルを後ろ向きに出していきたいので、今回はあえて反対向きに取り付けます。外側が開くように取り付けていくということですね。ただ1個問題があって、このサンワサプライについているこのネジがこういう風にネジというか、ね、ボルトなんですよね。ボルト状になってるので、ここにね普通にネジ止めしようと思ったらこれだとね入っていかないので、こういったキリというんですかね、こういうのとか使って穴を開けないと通らないと思います。なのでちょっとね一手間かかりますけども、これで穴を開けていきます。でこれをこういう風に引っ掛けて使う感じになりますね。こんな感じになる。とりあえずフックの取り付けさえ終わっちゃえば、もうあとは放り込んでいくだけなんで以上です。続いてこのベルキンのドッキングステーション、こちらもデスク裏に取り付けます。ここからねデスクに置くあらゆるデバイスへ電源を供給するので、デスクの中心的なものになっていきます。このベルキンのドッキングステーションにはサンダーボルト3対応の端子とディスプレイポート、さらに USB ポートがたくさんついているので、ディスプレイとかキーボードなど全てのデバイスのケーブルをここからね接続することができます。あとサンダーボルト3端子に MacBook をつなげばクラムシェルモードで使えるようになるので、 MacBook を閉じた状態で Bluetooth 接続でデスクのキーボードとかマウスとかを快適に使うことができます。そんなねデスクには欠かせないこのベルキンのドッキングステーションですが、これ今までデスクの上に置いていたんですよね。スリムなのでまあねいいんですけども、今回は極限までデスク上をすっきりさせたいので、これもデスク裏に貼り付けます。どうやって貼り付けるかというと、これを使います。こちらです。これがですね面ファスナーですね。要はマジックテープみたいなものですけど、こちらを使って天板に貼り付けます。これ裏側がこういう風にステッカーになってるので、これをね天板の裏にペタッとくっつけてしまって、それでこちらにもね反対側をくっつけて、でデスク裏にペタッとくっつけられるようにします。はい、じゃあこちらもね貼り付けていきます。
はい、貼り付けました。ここにね SD カードの差し込み口があったりとか、あとここにもいろいろ端子があったりするので、少しだけね奥の方につけました。ここのスペース少し取りました。こうすればね、ここにケーブル挿した時も、このケーブルもこう斜め上から見た時に視界に入らなくなるので、これぐらいねちょっと距離離した方がいいんじゃないかなと思います。はい、これでドッキングステーションの接着も完了しました。このドッキングステーションは面ファスナーでついているので、こういう風にね着脱することができます。取り外して使いたい時も完全吸着していないので取り回しも良くなりますね。はい、次はねこちらを取り付けていきます。アイアンバー2本ですね。先ほど MacBook をクラムシェルモードで使うと言いましたが、今まで MacBook はデスク上にノート PC スタンドを置いて、そこにね立てて使っていたんですけども、今回はデスク上に必要最小限のものしか置きたくないんで、 MacBook もデスクの裏にね入れたいなと思います。そんなわけでアイアンバー2本取り付けて MacBook ホルダーにしようと思います。こちらね取り付けていきます。はい、アイアンバーのね取り付け終わりました。ここにこういう風に MacBook を滑り込ませてホールドするとね、こういった MacBook ホルダーができました。はい、デスク裏に取り付けるもの一通り取り付けが終わりました。あとここにこの配線トレイを引っ掛けて、この中にいろいろね電源タップとか入れていきたいと思います。まずこのマルチタップを取り付けていきます。このデスクから唯一見えるケーブル、このケーブルだけ見えるようにしようと思ってるんですけど、こちらのマルチタップを配線トレイに固定します。でこの3話サプライの配線トレイはこういったねマジックテープ、面ファスナー、これがね付属してるので、これをねここに面ファスナーで固定しちゃいます。この辺でいいかな、後で調整も効くんで、はい、こんな感じで取り付けます。マジックテープは4本ついてます。でここにまずこのベルキンのドッキングステーションの電源コード、こちらをね挿します。で普通に挿してもいいんですけど、今日とかはそんなに問題ないんですけど、横のねケーブルと干渉したりとか上と干渉しないように、こういう風に横に逃がす L 字にケーブルをね逃がすタップっていうのがねあるので、これパナソニックのものですけど、これをねこういう風に挿して、この部分がこう回転するので、分かるかな、回転するので好きな角度でケーブルを挿すことができます。今回デスクの背面に向かってケーブルが逃げるようにしたいので、この角度にします。こうですね。これ以外に今日電源タップに挿すのはディスプレイの電源コードぐらいなので、もうねこの配線トレイはデスクの背面に取り付けちゃおうと思います。このベルキンのドッキングステーションは AC アダプターが結構大きいので、これもねこの配線のトレイの中にしまってきます。続いてドッキングステーションにデバイスをつないでいきます。ロジクールのミニキーボード MX キーズミニと同じくロジクールのマウス MX-Elgo、 動画編集を快適にしてくれるオービタル2、あとディスプレイと MacBook をつないでいきます。接続していきましょう。こういったケーブルは可能な限り見えない位置に固定していきたいので、こういうねケーブルホルダー、これで固定しちゃいます。これはねマビークというところのケーブルホルダーですね。こんな感じで袋に大量に入ってますが、これを使って固定していきます。これもね裏面が両面テープでくっつけられるようになってるので、こちら剥がしてくっつけていきます。これを通して、でここにですねロック機構みたいなやつがついていて、これをカチカチカチっとね入れていくとこういう風に狭めることができるので、
よりしっかりね遊びを少なくホールドすることができます。一応これ開ければもちろんこういうふうに開くんで、取り外しはいくらでもできます。これでしっかりガチャガチャとね留めときます。この MacBook をクラムシェルモードで使う時に使うサンダーボルトケーブルなんですけど、これはね MacBook に抜き差しする頻度が結構高いので、完全に固定しないで、これねマグネット付きのクリップみたいなやつがあるので、これもね Amazon とかで買えるんですけど、こういったものをこうかませておいて、で使わない時はこういう風にフレームにこういう風にくっつけておきます。でこれ今垂れ下がってるケーブル後でまとめますけど、こうすることでね結構取り回し良くなります。こういう風にねアイアンの足とかだったらもうここにこうくっつけたりすることもできるんで、こんな感じで収納しておきます。でここにこういう風に MacBook を先ほどのねアイアンバーのところに入れまして、でこのサンダーボルトケーブルをここに挿します。こうすることで MacBook をクラムシェルモードで使うことができます。でこのサンダーボルトケーブルも余った部分は全部このマビークのねケーブルホルダーでこの内側に留めていきます。あとこのロジクールの MX キーズミニと、あとこの MX-L5、このマウスとキーボードですね。これはねクラムシェルモードで使う時は Bluetooth で使うことができるので、少しでもケーブルレスにしたいという時はもうこれも外して Bluetooth で使えます。でその時にこのねまたケーブルがプラプラしてはいけないので、これもねこのマグネットホルダーっていうんですかね、これをこういう風にかませていて、これをこういう風にデスクの側面にピンとね貼った状態でこういう風にくっつけてしまえば、向こう側からね見えないので、余ったケーブルをここにくっつけてしまうっていうやり方もできます。こうすればねマウスもキーボードも Bluetooth でケーブルレスで使うことができます。で唯一ねこのオービタル2だけが有線じゃないと動かないんですけども、これもね使わない時は例えばこういう風に後ろの方に下げてしまって、でこのケーブルを背面にねしまってしまえば、正面から見た時はねケーブルが見えない状態にできますので、どうしてもケーブルを見せたくないっていう時はこういう風なねケーブルの隠し方っていうのもあります。はい、こんな感じでデスク上はかなりすっきりした状態まで持ってくることができました。ではここにねモニターを載せていきたいと思います。はい、無事にねモニターも乗りました。これは LG の34インチのウルトラワイドディスプレイの湾曲しているタイプのものです。動画編集をする時とかタイムラインをね横に広げて見られるのでね、かなり使いやすいモニターです。これを今モニターアームに載せました。でこのモニターアームはおなじみのエルゴトロンの LX というモニターアームを使っています。 Amazon Basic からもね似たようなの出てますが、ほぼほぼ形も一緒なんですけど、僕はねこのエルゴトロンの方を使っています。でエルゴトロンのモニターアームってここにねこういう風にケーブルを格納することができるんですよね。でこういう蓋もちゃんとついてるので、こういう風にケーブルをある程度束ねて、でここにこういう風にはめ込んで、こんな感じで隠すことができます。あとこういうねモニターアームでは隠せないこういったケーブル、こういうのもねこうプラプラしていてちょっと見栄えがあんま良くないんで、これもねここの支柱、これの裏側にね隠します。隠す時使うのがこれです。これもねマジックテープなんですね。これはねこういう風にテープ式になっていて、好きな長さに伸ばして、ね、ハサミで好きな長さに切って使うことができます。これ結構便利なんですよね。今日紹介するアイテム一通り概要欄貼っときますので、こういったね小物いろいろ気になる方は概要欄チェックしてみてください。でこれをね巻きつけていきます。はい、巻けました。反対側から見てみましょう。はい、反対側から見るとこんな感じで、ここだけですねケーブルが見えてるのは。もうそれ以外は全部隠れました。でモニターの電源ケーブルもこのアダプターをつけまして、これ外して先ほどのねこの辺にマルチタップに挿します。でこの AC アダプターとかもねまたこのトレイの中に放り込んじゃいます。
結構トレが広いんでアダプター2つ3つ入れても全然余裕です。あと最後にここにこういう風にねケースをつけたいんですよね。でこの中にこういったブラシだとかクイックルワイパーみたいなやつとかペンとかクリーニングキットとかをこういう風に入れるケースを後ろに取り付けたいので、ちなみにこれ100均です。100均のペンタってかな、これをここに取り付けたいので、ここもねマジックテープでつけていきます。これをこんな感じかな。でマジックテープもさっき説明しなかったけど、こう縦に2本貼って、でこの裏側こっちに横に貼ると、こういう風にこう横に貼ると着脱する時にねぴったり当てなくてもどこでもくっつくことができるって感じになるので、縦と横に貼るとこういう時はいいです。でこれをここにくっつけると、これでだいたいくっつくんで、ここにクリーニングキットを入れていきます。ペンとかも入れられちゃいます。でただこれはねクイックルワイパーちょっとね頭出ちゃうんで、これはやめときましょうか。こんな感じでケースの取り付けてきました。で最後にこの動画編集の時に使う有線のイヤホンですね。この有線のイヤホンもこの裏側にくっつけるようにしたいと思います。使わない時にねデスクの上に置きっぱなしになってしまうものなので、極力ねデスク上を余計なものを置かない作業する時以外はすっきりさせたいということで、これもここにくっつけるようにしちゃいます。やり方はこれも一緒ですね。マジックテープを貼ってそこにくっつけると、手でねだいたいこう裏面から手伸ばした時にこの辺にあるなっていうのが分かるぐらいの位置がいいので、なんとなく右上とか決めて、向こうから見たら右上ですね、この辺とかにこうやって貼っちゃいます。それでこっちケーブルクリップとか束だとつけてるんですけど、これの裏面にこの反対側を貼ります。ここに貼っちゃいます。でこれをここにピタッとくっつける。これを応用すれば他のものもこういう風にくっつけることができますね。はい、これでデスク周りの配線の整理ができました。デスクから伸びてるのはもうこのね1本マルチタイプのコードだけ、かなりすっきりしましたよね。こんな感じで配線整理してみました。はい、そういったわけで今日はこのデスクの配線整理をしてみました。ごちゃごちゃ散らかりがちなデスクの配線をきれいに整えたい方の参考になったら嬉しいです。このチャンネルではこうしたインテリア関連の動画もいろいろ出していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。